はい、皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎はい、です。エスクです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、はい。色の変わるペンでお絵かきしていきたいと思います。色の変わるペン。そう、魔法。マジックみたいな。魔法でしょ、魔法。ということで、早速やっていきましょう。は今日使うペンはですね、はいこちらのイルミ、パイロットから出てるイルミっていうペンです。はいはいはい。文房具ね、好きな人は知ってるかもしれない。女の子向けの可愛いペンなんだけど、これ特色なんだけど、2つとも。はい。ブルーソーダと、ナイトサクラっていうシリーズです。はい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 。で、すでにもうこれ引いてあるんだけどね、ここのね、裏でこうやって擦ると、おー、フリクションみたいな感じか。色がなんと、すごいよ。変わります。こんな感じでね、熱を加えると色が変わるペンなんですよ。はー。だから元は結構似た色だけど、こう熱を与えると変わるから、今日はドライヤーをね、別途用意してますので。じゃあパーってやったら、これでこすったからこうなったけど、パーってやったら一気にサーって変わる。サーって変わるはずだから、なるほど。似てるじゃん、元の色は暗くて。だから自分の脳内で完成形をイメージしながら色を塗って、最後こう熱を当てた時に、すごくいい絵ができてた方の勝ちです。ああ、一番俺が嫌いなやつだ。脳内で想像する。脳内でどんな色味になるかを想像しながら色を塗りましょう。一番苦手なやつ。で、熱を与えて色が変わった時が完成だからね。一番こう、うわーってなった方がいいってことね。そう、うわーってこう変化がうわーってなった方の勝ち。わかりました。私的にはこの変化後の色がね、私がいつも使う色に似てるんだよね、水色とピンクって。確かにね。パステルから2色で塗るの好きじゃん。2色3色得意だもんね。だから私この企画はちょっと自分に期待しているよ。いいなぁ。みんなに驚きの変化を見せるんじゃないかと。今日やないかい。俺のパキッとしたカラーはないんだ。パキッとしたカラーは。確かに S 君はビビットで塗る天才だからね。ビビットで塗ってこっちの目がチカチカする天才だからね。逆にコピックでさらに塗って、これ使ってもいいんだよね。でもコピックやっちゃうとドライヤーやるとまずいんか。別にコピックは多分ドライヤー当てても消えないから、コピックの色はそのままコピックの色で残る。だけどさ、逆になんか変化感じないか、それだと。いや、感じるよ。だって一部色変わるんだもん。ただ、S 君の脳内でちゃんと処理しきれる。その処理しきれるかが問題だよ。パキッとカラーまで処理しきれるか。この見えてる色の方で脳内をこう補正しちゃうとね、色味をね。ワンチャンでもさ、思ったのが、パキッとしちゃいすぎてて、色味の変化感じないみたいなことある。それはあるかもね。薄まるもん、色が多分。そうでしょ、濃いやつから薄くなるじゃん、結構。なる。俺、全部濃くしちゃうじゃん、はい。案外こう、テレビとかでさ、どこが変わっているでしょみたいな。あれみたいな感じになっちゃうからさ、あるんだよね。はい、ということで、いつも皆さんコメントをね、くれて、その中に結構お悩みみたいのも書いてくれる人が多いんだよね。で、その中のちょっと一つに今日もまた答えてみたいと思います。質問です。どんな絵に対してもそうなのですが、大まかに髪の毛の影をどこにつけるかっていうのをいつも迷います。良い方法とかありますでしょうか？髪の毛の影が、どこにつけていいかわからないっていう。わかるー。基本的にはさ、髪の毛の影って私2種類あると思ってて、光に対して落ちる影。だから要はこの、光が当たってるところは暗くなって、光が当たってないところは暗くなる。自分の影みたいな、よくみんな街で道歩いてる時に見つける自分の影みたいな。ここにね。とか光が当たってる側がこっち側が今で言うと明るくて、この私の後ろ側が暗いみたいなね。その大まかな影と、髪の毛のさ、毛をさ、ちょっとさ、漫画っぽくアニメっぽくなんか立体的に見せるための影があると思うんだよね。その2つを自分の中で分けて使いこなせるようになるとすごくいいのかなと。なるほどね。思います。これさ、S 君最初フリクションって言ったけどさ、フリクションとかってさ、いつ頃から出てきた？いや、私が学生の時になかったの。俺もなかったけど。なかったよね。なんかこんな、今一般的に浸透してるじゃん。俺が20歳ぐらいの時かな。だよね。ボールペンがさ、消せるってすごくない？いや、すごい。ね、我々も一発じゃん。だから常に全員がまずさ、修正器を持ち歩いてた時代じゃん。そうだね。確かに。なんだったらテープ型の修正器が出てきた時点ですごかったじゃん。
最初は液体だったじゃん。ピーってやつでしょ。なんか液体はさ、乾くのに意外と時間がかかってさ。そうそう、わかるわかる。なんかあと下の黒いのが滲んじゃったりとかね。ちょっとなんかまださ、ぐちゃぐちゃの状態で書いちゃったらさ、ペン先にめっちゃ白いのついちゃう。そうなの。なんかそういう時代はあれ生きてたからさ、フリクションすごいなって思っててさ。フリクションはすごかった。フリクションすごいし、でも、フリクションでやっちゃいがちなのが、フリクションが出た当時、フリクションすげえと思って、フリクション持ってってたんでよく。でもなんか、銀行とかのさ、やつとかさ、ああいうもうさ、ちゃんとした書類ってさ、消えちゃいけないんだよ。そういうことか。あれってフリクションって多分ちょっと熱加えたら消えちゃうじゃん。だから、消えちゃうから、ああいうのはやっぱボールペンで書かなきゃダメって言われて、一回フリクションしかなくてフリクションで書いて、すいません、フリクションはダメですって言われて、もう一回書き直させられたことよくあった。そうなんだ。やっぱフリクションでそういう大事な書類には使えないんだ。消えちゃうから、消えちゃったらいけないじゃん。確かに書き直せちゃうもんね。そう。だからダメなんだよ。そうなんだ。それで、フリクションっていけねえんだと思って。っていうことは昔あったよ。ちなみにほら、フリクションはさ、ショートでもさ、動画でも上げたようにさ、熱加えるとほら、これと一緒で、これは色が変わるけどさ、冷えて、冷やすと浮き出るのか。っていう効果があるよ。それがさ、でもさ、冷やすっていうのがさ、ちょっとの冷やすじゃないんだよね。多分本当の冷たいマイナス何度みたいな温度で冷やさなきゃいけない。マイナスなんか10度から20度ぐらいで、なんか浮き出るんだって。だからなんか紙をさ、ジップロックに入れて、で、冷凍庫とかで多分半日ぐらいやれば、多分戻ってると思う。なるほどね。そうなんだよね。だからフリクションも一回消したと思っても、実はめちゃくちゃ冷やしたら元に戻るってことなんだよね。消えてた線は。そう。それ知らないよね、意外と。そう、意外にね、知らないんだよね。一応俺、このペンも使いたいんだけど、全部やっぱ俺はパキットカラーだから、色を塗るシステムでいきます。いいね。一応じゃあコピックの色も合わせてのね。そう。ちょっとそれで楽しんでもらえる。なるほどね。はい。ということで、イラスト描けましたので、早速ドライヤーを当てて完成させていきたいと思います。そうね。じゃあ、どっちからやって、私そうだね。私から行こう。これは。いい？一回じゃあやろうか。いい？じゃあ、当てていい？なんだ？俺が飛んできた。変わる。かわいい。なんだね、かわいい。ちょっといい感じに変えよう。かわいい。ちょっと先紫残したい。かわいい。あえてちょっと紫残しでいきます。すごっ。はい、という感じで、めっちゃいいんだけど。すごいやん。超かわいい。めっちゃ変わるやん。ね、なんかちょっと毛先紫残してみました、あえて。ほんとだ。なんかでもめっちゃかわいいな、色味。めっちゃ色変わるやん、マジで。ね、こんな変わるの？真っ黒だったシンディちゃんが。ちゃんと、カラフルシンディちゃんに変わった。でも待って、時間かかると少し戻ってくるところもあるから、色変えたいところはしっかり当てといた方がいいかもしれない。なるほどね。何これ、すごい。最後もう一回当てといていい？いいよ。という感じで、もう一回ちょっとしっかり当てたら、本当にパッキリ色変わった。ちゃんとボーダーになってる。かわいい。いや、なんかもう元からこの色で塗ったとしか思えなくない？すごいよ、かわいい。じゃあ次、エスクの方やってみましょう。ってどうなんだろうな。オムライスをかけてるみたいなイメージあるね。ちなみにイラストは。オムライスにケチャップをかけてるでしょ。オムライスをかけてる。オムライスかけたら怖いよ。いきます。また押さえていくね。ちゃんとなってる。いいじゃない。結構カラフル。オムライスをかけてるみたいになったね。なったよ。オムライスだとケチャップで。ケチャップ。ここもこんなカラフルだったの？そう、一応ね。ほっぺもちゃんとピンクになってんじゃん。ちゃんとね。意外といいね。思ったよりエース君がちゃんと完成形がイメージできてたというところが。ちょっとね。すごい。これはいいな。じゃあどっちの方のイラストがこれ良かったかは、ぜひイラストの変化の驚きとともにね、視聴者の人よかったらコメント欄で教えてください。これ面白いわ。楽しいね。ちなみにこれ、
はい、ちなみにシンもサムネイル用にちょっと顔アップのも作ってます。サムネ用。なんかね、時間経せばちょっと黒いとこ戻ってくるみたい。そうだね。俺も戻ってくるわ。どんだけしっかり描けるかで結構面白い。本当なんかこんなさ、微妙なグラデーション自分じゃ出せないから。確かに。結構色可愛い。火力でさ、できるしね。しかもこっちがこすってもいいからね。そうなんだよ。そう。こう、例えば残ったとここうやってね、自分でこうやって模様をこうやって入れることもできるから、いや、全然表現の幅広がるんじゃないかって。こういうのもあるしね。ということでよかったら皆さんぜひやってみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。モンコのしもとしんと。バイバイ。